前はこれですね。100分超えるときはすごく役に立ちます。3点買いました。結構おすすめかなというふうに思います。皆さんこんにちは、みおりんです。今日はですね、久しぶりの文房具企画っていう感じで、ロフトで購入した文房具をご紹介したいと思います。ペンや付箋からノート、ルーズリーフまで12点ほどあるのでご紹介したいと思います。最初に勉強に使えるラーニングタイマーからご紹介します。これはドリテックというところの商品なんですけど、勉強時間を記録するタイマー勉強法にとてもおすすめのタイマーです。これはですね、ここのスタートストップボタン、この大きいボタンをこうやって押すとカウントアップの機能がついています。それ以外にもあらかじめ例えば1時間っていう風に決めてスタートすればカウントダウンももちろんできます。でこのタイマーのいいところっていうのがね、私受験生時代とかはこういうキッチンタイマーを使ってたんですよ。でこれはフランフランで購入したもので、今は多分同じ方は出てないんですけど、ちょっと似たもののリンクを貼っておきますけど、でこのタイマーもすごい可愛いし好きでずっと使っていたんですが、これだとね、見てわかる通り99分99秒までしかこの表示としては測ることができないんですね。これを過ぎてしまうとまたゼロからのカウントとしてこう見えるようになってしまうんですけど、こっちは見ての通り6桁入るので、多分99時間99分99秒まで表示することができます。ということで、そんなに長時間ね勉強する時ばっかじゃないんですけど、でもやっぱり100分超える時はやっぱこれがねすごく役に立ちます。っていうのと、あと自習室とか図書室、カフェみたいなところで勉強する人もいると思うんですが、キッチンタイマーだと、完全に音を切るかピピピピってなっちゃうかどっちかしかできないと思うんですけど、こっちの場合はカウントダウンで指定の時間になった時にピピピピピピって音がするか光でお知らせするかを選ぶことができます。例えば今はこれは音オンになっているので、例えばですねセットするとこういう風に音が鳴ります。ちょっとうるさいんですけど、でこれを真ん中にするといくよ、こんな感じで1回だけ鳴って点滅がします。でこれを一番こっち側の音が聞こえないものにすると、こうやって光だけでお知らせをしてくれます。で一人でねカフェとか図書館で勉強するときはこれで気づけると思うので十分ですよね。あとは持ち歩きができるようにここに鍵のボタンがあって、これをこっち側の鍵にしておくといくら触っても動かないので、カバンに入れておいても安心という風になっています。なのでね、本当に勉強するっていうことをしっかり考えて設計された、デザインされたものなので、勉強とか外でのお仕事にとても向いています。それから持ち歩き用のノートですね、買いました。私は実はね手帳というものを使ってなくて、今全部ね Google カレンダーでスマホのアプリで予定は管理しているんですけど、スマホが出せないような場面でちょっと何かメモしたいとか思いついたことがあった時すぐ書けるようにノートを買いました。で今回買ったのはロルバーンのこれ L サイズってやつかな、買いました。大理石の模様がすごい気に入ってるんですけど、中はスケジュール帳ではないので、もうシンプルに方眼がずっと方眼用紙が入ってるような感じです。で一番後ろの方に行くと、これはねこの間付箋ノートのサンプルで作ったやつですけど、後ろの方にはねこういう風にいろいろ入れられるようになってるんですけど、私は以前もご紹介したことあるこのシールをここに入れてるんですけど、別に何入れてもいいけどっていう感じです。で去年まではねロルバーンシリーズの手帳を使ってたんですけど、これね2020年はロルバーンのこれでこれは手帳バージョンなので、このようにねマンスリーのスケジュールとかが入るようになってて、厚みもね実は全然違ったりするんですけど、ただ今年はもうスケジュールのとこはいいやっていうことでこれにしました。ちなみに去年その前はこれですねなのでロールバーン大好き人間ってことではないんですけど、なんだかんだ3年連続で使ってます。でこのロールバーンと一緒に持ち歩けるようにということでボールペンも購入しました。これがねゼブラのボールペンのフォーティアっていうのかな、ペンを買ったんですけど、これなんでこれを買ったかっていうと、すごいちっちゃいのね。普通のペンだとだいたいこれ普通サイズだと思うんですけど、これぐらいのサイズ差があります。で細いんだよね。短くて細いんですけど、そうするとここのリングノートのリングになってるところに入れることができるので、こうやってコンパクトに持ち運べるのがいいなと思ってこれを購入しました。書き心地も結構良くて、細身のいい字が書けます。こんな感じで細い字が書けます。
それから付箋の一種なんですが、リングリーフというものを買いました。これはですね、この間ライブでちょっと紹介したんですけど、こういう紙をこのスケジュール帳とか手帳に入れたいとしますよね。そうするとさ、さっきみたいにこう袋がついてればこのね、袋のとこに入れてもいいんですけど、そうじゃなくてさ、こう中に閉じ込みたい場合もあるじゃないっていう時にこれが大活躍してくれます。どうやって使うかというと、これがこういう風に外れます。ここがこんな風に隙間になってます。ここでシールになってるんですが、ここを外します。よいしょ。そうするとここが、付箋というか粘着になっていて、これをこういう風につけますね。で、そうするとリングノートに閉じ込める状態になります。こんな風にして、よいしょ、こういう風にしっかり噛み込ませるともう落ちないし、しっかりと入ってくれるようになります。っていう商品ですね。もししっかり安定させたかったらこっち側にもつけると多分安定すると思うんですけど、私はね、この間紹介したんですけど、勉強のライブをね、今月やろうっていうところで、ちょっとラジオ体操みたいな出席カードと目標カードを作ったんですが、これを画用紙で作ったので、このリングリーフを使うことでノートに閉じ込んでいます。なので、リングノートを使ってる人には結構便利なんじゃないかなって思います。あと付箋つながりで言うと、これ前回の動画でご紹介したんですけど、付箋マーカーという商品がありましたので、これも買ってみました。これはですね、いろんな色が出てるんだけど、私が買ったこの青い色は暗記ノートに使えるような商品になってます。なので、こういう風に、例えばこのみよりんっていう名前のとこだけ覚えたいってなったら、こういう風に貼って、よいしょ。で、ここを押し込んで刃を出すって書いてあるんですけど、こうやってちぎると、ちょっとやりすぎちゃったまあいいや、こういう感じで隠すことができます。で、赤シートをかぶせると暗記をすることができるというものです。で、付箋なので、これはあくまで付箋なので、覚えたらこんな感じで剥がすことができます。なので教科書とかね、全部青ペンになったりしないで、これを覚えたとこはすぐ外すことができるっていうのがすごい便利です。これね、青だけじゃなくていろんな色が出てたので、その今の青のやつは赤シートで隠すことができるんですけど、黄色とか他の柄は単純にノート飾ったりとか見やすくしたりするのに使うことができます。それからノートに使える付箋としては、こちらも前回の動画でご紹介したんですが、ノートを付け足すことのできる付箋です。こういうのね、いくつか出てるんだけど、私が今回買ったのはキャンパスの付箋です。このようにですね、剥がして使うことができます。もしノートここまで書いちゃって足りないよっていう時に、これをこうやって貼るとさらに書くことができて、しかもここに折り目がついているので、こうやって綺麗に閉じることができるというものです。前回のこちらの動画で詳しくお話ししているので、よかったら見てみてください。付箋つながりで、これはね、前の文房具紹介でも出しているので、ちょっと以前購入したものになるんですけど、これもロフトで購入したまとめノート用付箋になってます。これはですね、こういう風に透けていてトレーシングペーパーのようになっているので、後ろの図を写すことができるというものになってます。だから参考書とかに使うべきものだと思いますが、例えばこんな風にしてこうやってなぞっていくことができるんだけど、でこんな感じでできるので、絵に苦手意識がある人も簡単に綺麗な絵を描くことができます。ちょっとよく見るとなんか目とか失敗しちゃったでもこうやって写すことができます。なのでね、これ写したものを、ノートに貼って使ったりとかっていう風にすることができます。あとはペンなんですけど、フリクションの 0.4mm のペンを買いました。結構持ってる人多いと思うんですけど、ピンクですね。フリクション買いました。これはですね、私もともとフリクションは1本持つようにしてたんだけど、学生時代は。最近は全然持ってなくて、ちょっと久しぶりに使いたいなと思って、買いました。やっぱ書いて消せるのがいいなって思います。こうやってね、消せるのがフリクションの醍醐味だなっていうふうに思います。それから、あとペンもう1本で、これはトンボの水性のペンですね。プレイカラー K のグレーかな、灰色って書いてありますけど、買いました。これはなんで買ったかっていうと、さっき見せたようなね、こういうまとめノートをインスタとかで投稿してるんですけど、ここのね、字の部分で使う黒を、この今までプロッキーの黒を使ってたんですけど、これすごい書きやすくていいんだけど、ちょっとね、色が強いというか、黒って結構主張するなって思うことがあって、グレーだったらもしかしたら抑えられるんじゃないかなっていうので、ちょっとグレーを買ってみました。このプロッキーだとですね、こんな感じの色合いというか強さになるんですけど、グレーで描くと、プロッキーにもグレーあるかもしれないんですけど、
こんな感じですね。なので見やすいし、そこまで主張しないっていう意味で、この色いいかなと思ってちょっと買ってみました。なのでこれから多分併用するとは思うんですけど、履き心地もすごくいいので、これからこれを使っていこうかなと思っています。あとはルーズリーフですね。3点買いました。順番にご紹介すると、一番分かりやすいのはこれかな。これはですね、単純なというか、方眼のものになってます。多分これロフトで買ったで合ってると思うんだけど、ごめん、万が一違ったらすいません。多分これロフトで買ったと思います。B5 サイズの方眼紙になってます。私は結構ね、方眼のところにノート取ること多くて使ってます。方眼のいいところは、作図がしやすいっていうところとか、あと線が描きやすいっていうところ。で、白紙でもいいんだけど、白紙だとちょっとね、どうしてもなんか右肩上がりの字になっちゃったりとかするところが、方眼があると、それが途中で、ちょっと曲がってるなってことに気づけるので、私は気に入ってます。それから、今度これのキャンパス、国用のキャンパスシリーズのこの2つを買いました。これはですね、見てもらうとわかるんですけど、文系教科におすすめの罫線と理系教科におすすめの罫線というか方眼というかのものになってます。どう違うかと言いますと、まず文系の方をご紹介すると、このような感じになっていて、微妙に余白があるんですよ。なので文字と文字の間がギュッとならないで書きやすいっていうものになっています。例えば英語だったらここに書いてあるんだけど、余白を活用して線が引けたりとか、単語の意味とか読みがここにちっちゃく書くこともできます。社会とかも書きやすくなる。これはね、確かに本当にこの線全くないような感じで書くよりも字がギュッとしなくて読みやすくなったりとか、国語もね、例えば漢文とかってこういう訓点みたいなものを振ると思うんですけど、それがしっかり入りやすいっていうのが特徴としてあります。これね、ドット入り文罫線という商品になってるんですが、今回これを購入してみました。使いやすかったです、実際。それから理系の方なんですけど、これはどうなってるかっていうとですね、こんな感じですごく点とか線とかが多いんだけど、細かくなってますね。方眼と罫線の間っていう感じでやってます。どういう風に使うかっていうと、理科と数学ってことなんですが、数学だとグラフ書くときにこういう風にね、便利だったりとか、私もともとね、このドット入り罫線のすごいファンでほとんどのノートドット入り罫線で使ってるんですけど、ドット入り罫線ってこういうノートなんですよね。なんですけど、これとこれの違いっていうと、すっごい細かいドットがたくさん入ったっていうのが今回のドット入り罫線というものになってるんですが、十分だと思うのよ、これでも。なんだけど、これがあることによって、こういう風にね、グラフとかの本当に細かい数値の曲線とかもこのドットに合わせて取ることができるし、あと折れ線グラフとかもそうですね。確かにそのグラフ書くときとかには、理科のグラフ書くときとかにもすごい便利に使える点がついているという感じです。なので、これどっちも結構おすすめかなというふうに思います。ということで、最近私がロフトで買った文房具をご紹介してきました。文房具系の動画はこんなものがあるので、よかったら他にも見ていただけたら嬉しいです。2月は月曜日と木曜日の夜に勉強のライブをやっているので、よかったらそちらも遊びに来てください。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。